ついに物だけではなく脂肪まで捨てることができました。こんばんは。シンプルに暮らす40代独身 OL のあきです。今回は体脂肪率マイナス 7% 便秘改善できた方法、そして食事 Vlog もお届けします。このチャンネルでは無駄なものを削ぎ落とし、好きなものに囲まれて暮らすシンプルライフを発信しています。心も体もすっきり暮らしたい方はぜひチャンネル登録お願いします。今回は英国発のグローバルウェルネスブランドネイチャーカントのコラボでお届けしています。月末セールに加え、私の視聴者限定で 10% オフになるクーポンコードも発行いただきました。私が飲んでいるソイプロテインについても詳しくご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初に私の元々の体脂肪率と体質についてお話しします。私は昔から体脂肪率が 27% 前後あって、この数値実は隠れ肥満一歩手前なんです。体重や見た目は普通と言いますか、やや細身にもかかわらず、この体脂肪率はまずいなと思っていて、食生活の見直しなどをしてきたのですが、ずっと変わらずでしたが、この3年で急に体脂肪率 20% まで改善することができました。また便秘もひどくて、母が言うには生まれた時からだったそうです。恥ずかしい話ですが、週1回がいい方で便秘薬に頼りっきりでした。しかも武田の便秘薬しか効かなくて、この薬が効かなくなったらどうしようといつも思っていました。便秘にいいと言われたことはほとんどしましたし、便秘外来や漢方内科といった病院にもいろいろ通ったのですが、全く改善しませんでした。これもこの数年で改善することができました。まずは体脂肪率 27% から 20% まで落とせた方法を3つ紹介します。1つ目が朝置き換えダイエットです。朝ごはんをプロテインに変えるだけでお腹の満足感が1日続くようになり、間食やドカ食いが減りました。またファーストフードやインスタントなど体に良くないと言われているものが食べたくなくなりました。人間はもともと狩猟民族だったので、タンパク質と脂質が取れると満腹感が持続するそうです。こちらはメンタリスト DAIGO さんやこちらの著書で記載がありました。タンパク質は代謝が上がりやすく、集中力や気分の安定にも効果的なので、ダイエット中の方、仕事のパフォーマンスを上げたい方、気持ちの揺らぎがある方にもおすすめです。私は PMS がとにかくひどくて、生理前爆食しがちだったのですが、かなりマシになりました。私が今飲んでいるプロテインはネイチャーカーンのソイプロテインです。今までいろんなプロテインを飲んできたのですが、一番腹持ちがいいなと感じます。甘すぎず粉っぽさもなくて飲みやすいので、プロテインちょっと苦手だなと感じている方にも一度お試しいただきたいです。ネイチャーカーンのプロテインのタンパク質の含有量は1食で約 21g で、40代女性の1日の必要量の約4割をカバーできます。ネイチャーカーンでは今月末セールでとってもお得に購入することができます。私が一番飲んでいるバニラ味がなんと 55% オフで2691円、チョコレート味が 20% オフの4784円になっております。この大きさで2000円台はすごくお得だと思います。さらに 10% オフになるクーポンコードも発行いただきました。詳細は概要欄をチェックしてみてください。私の今までの朝食はコーヒーとトースト、ヨーグルトやフルーツなどが中心で、タンパク質が圧倒的に不足していました。そのため運動していたにもかかわらず筋肉が作れず、体脂肪率が高かったんだなと思いました。体脂肪率を落とした方法の2つ目が、食事量は変えず質を変えたです。次に意識したのが食事の質です。菓子パンや麺類などグルテン中心の生活から基本的にはお米と魚または肉に切り替えました。副菜には冷凍ブロッコリーや豆腐、枝豆など手軽にタンパク質が取れるものをプラスしています。ダイエットというと食べる量を変えがちですが、量は変えず内容を整えるだけで太りづらくなりました。量を減らすとストレスにつながって後々ドカ食いしてしまう恐れがあるので、この質を変えるっていうのもおすすめです。体脂肪率を落とした方法3つ目が運動です。この年齢になると運動なくして美しく痩せるのは難しいんじゃないかなと思っています。
変な痩せ方をするとシワが増えちゃうので、私は今週1回から2回マシンピラティスに通っています。パーソナルで自分の弱い筋肉を重点的に動かしてもらえるので、見た目も引き締まってきた気がします。今まではグループレッスンによく通っていて、自分の得意な筋肉ばかりを動かしてきたので、あんまり綺麗に筋肉がついていなかったのかもしれないなと思っています。ピラティスはもともと横脚や肩こりの改善目的だったのですが、体脂肪も落ちて一石二鳥でした。パーソナルのレッスンは正直ちょっとお高いんですけれども、老後も自分の足でしっかり歩いて生活したいので、ここは多少お金をかけても後悔しない投資かなと感じています。以上が私が体脂肪率 27% から 20% まで落とせた3つの方法でした。なんだそれだけと思われちゃったかもしれませんが、特別なことはしていなくて、結局シンプルな習慣が一番効果的でした。私は万年ダイエッターだったので、いろんなダイエット試してきたんですけれども、今振り返ると、あれは何だったんだろうと思いました。私は特に独り身なので、老後人に迷惑をかけず、自分の足でしっかり動けるように、今から筋肉貯金をしておくのはすごく大切だなと思っています。ここからは3日間のリアルな食事を紹介します。Day1 です。まず朝起きて洗顔などしたら白湯を飲みます。便秘改善に一番効いたのが朝水分をしっかりとるプラス体を動かすです。朝コップ1杯の水を飲むと便秘にいいとよく言われていますが、200ミリとかではなくて500ミリ飲んでいます。また甘いものを食べる方はマグネシウム不足で便秘になっている可能性もありますので、マグネシウム豊富なにがりを一緒に摂るといいです。朝からそんなにたくさん飲めないよって方は、ストレッチや家事をして喉をカラカラにして飲み切ってください。私も飲み切るまでストレッチしています。ということで、ストレッチをします。まずはゴルフボールで足裏をコロコロします。次に太ももの張りを気にしているので筋膜リリースです。これは毎日してますね。その他もろもろその日の気分でいろいろしています。運動が終わったらプロテインです。ネイチャーカーンのバニラプロテインにバナナを入れてプロテインスムージーにします。バナナを入れると腹持ちが良くなるのでおすすめです。バナナは更年期障害対策にもいいと言われています。乳酸菌も入れます。これは効果があるか不明です。便秘気味の方は青汁入れるといいですよ。悩んでる時はよく青汁入れていました。スムージーできました。いただきます。甘すぎなくて飲みやすいので朝の定番になっています。洗い物したいとゆっくり飲むといいと思います。お昼前にお腹が空いたのでナッツ食べました。朝食を食べる習慣があって置き換えダイエットを始める方は、プロテインプラスいつもより少ない量の朝食を食べるから始めるといいと思います。お昼です。フォーを食べに来ました。グルテンを控えているので、麺を食べたいときはラーメンよりもフォーにしています。夜ご飯です。タラの甘酢炒めです。タラは低脂質、高タンパクなので最近よく食べています。あとはジェイマーミー豆腐とリンゴです。食後のお茶を飲みます。お茶タイムすごい大事にしていて、食後に温かいお茶を飲むとご飯が終わったって感じがしていいです。Day2 です。今日も京都でお水を飲みます。猫かわいいな。この日は忙しかったのか気分が乗らなかったのか忘れましたがストレッチしませんでした。そういう日もあります。プロテインは飲みました。このレシピが一番好きです。冷凍ブルーベリーにバニラプロテイン、そして豆乳ヨーグルトと水です。ヨーグルトの酸味とバニラプロテインのほんのりした甘さが合うんですよね。ぜひお試しあれ。お昼はサラダにしました。ブロッコリーとチキンを入れてタンパク質を意識しました。あと、ナッツをサラダに入れると歯ごたえがあって満足感が得られます。おやつに生ショコラタルトを食べました。実はこれ昨日半分食べております。撮影し忘れました。甘いものなかなかやめれないんですが、半分にできたのでよしとします。昨日残したナッツも食べきりたいと思います。いきなり飲むと酔いそうだから。熱い。うん。
はマグロのたたき丼とキムチと厚揚げ豆腐のお味噌汁。お茶はごぼう茶です。このお茶は便秘に行く日もあるっていう感じです。生理前は便秘になりやすいので、頭角蒸気湯という漢方も使っています。こちらは腸活に詳しい人に教えてもらったのですが、めっちゃ効きます。デイ3です。今日も変わらず水をたくさん飲みます。そしてストレッチします。はい、プロテイン飲みます。今日はバナナとバニラプロテイン、水、そしてシナモンパウダーを入れます。私、シナモンが大好きなんです。シナモンとバナナってめっちゃ合う。お昼はハンバーグにブロッコリーを添えました。そして厚揚げ豆腐の味噌汁と昨日の残りのごぼう茶です。おやつにキウイ食べました。キウイは食物繊維豊富なので便秘の方におすすめです。本当はグリーンがいいって言われたような気がします。どうだったかな？ぐーっとね、ゆっくり開いてみてください。そう、本当にちょっと腰反ってるから、ちょっとそう調整いい感じ。もう一回ゆっくり戻って、吐く息、ふーってされたら、ちょっとね、首長くしてあげてください。鏡見て、そう首長くして、肘まで下がらないように。そう。ゆっくり戻っていきます。で、右肩ちょっと巻いてるから、ちょっと開いて、右肩もそう、綺麗に手入れます。手吐き息、ラスト、ふーって息しながら背中ストレッチ。そう、手がどんどん遠くに引き伸ばされていきます。OK、ゆっくり吸いながら軽く最後まで開いていきます。右肩ちょっと開いて。はい。OK、完璧です。ゆっくり戻っていきましょう。今日は運動したから2杯目。疲れた。めっちゃ早い。もう溶けた。ネイチャーカーの気に入っている点は、水を割ってもシャバシャバせず、すぐに溶けるので疲れている日や忙しい朝にも向いています。デメリットは粉の粒子が細かいからか舞うことですね。夜ご飯はマグロのたたきとアボカド丼と厚焼き豆腐のお味噌汁でした。昨日とほぼ同じですね。3日間の食事はこんな感じでした。最後まとめです。体脂肪率マイナス 7% の鍵は1つ目。朝置き換えダイエットです。朝食をプロテインに変えました。バナナやナッツ、オートミールなどを一緒に摂るとさらに腹持ちがいいのでおすすめです。2つ目は食事の質を変えたです。食事の量を変えるのではなくて、タンパク質を意識した食事に変えました。3つ目、ピラティスなどの運動です。続いて、便秘改善のポイントは、1つ目、朝大量に白湯を飲むこと。甘いものがお好きな方はにがりをプラスするといいです。2つ目がストレッチ。腸を動かすと便秘改善につながります。3つ目、ゆるグルテンフリーです。和食を中心とした食事に変えました。4つ目が必要に応じて漢方を取りました。今回はネイチャーカウンとコラボでお届けした体脂肪率を落とした方法、便秘改善した方法でした。いかがでしたでしょうか？ネイチャーカーンのプロテインは味も腹持ちも良くて置き換えダイエットにぴったりです。私は牛乳が苦手なのでホエイプロテインが飲めずソイプロテインを飲んでいますが、ホエイの方がフレーバーが豊富で夏らしいものもあり美味しそうです。今なら最大 55% オフの月末セールに加え 10% オフのクーポンもあり、かなりお得なので気になる方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。ダイエットにおいて一番重要なのが、いきなり過度なことをするとストレスになりリバウンドする恐れがあるので、少しずつ変えて習慣化させるっていうのがいいんじゃないかなと思います。習慣化させると何の苦もなく継続することができるようになります。私たち世代、健康でいられる期間ってそんなに長くないんじゃないかなと感じているので、苦を感じながら暮らしたくないじゃないですか。なので苦痛をなるべく少なく少しずつ変えていくのがいいんじゃないかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。おすすめのプロテインの飲み方や便秘対策で聞いた習慣がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録、いいねしていただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。